こんな葬式に足を運ぶなんて、本当に私って優しいわ。他の参列者がいるにもかかわらず、義母はニコニコしながら私たちの前に立った。義父もまたニタニタしながら、本当になぁと同調している。その姿に私の怒りはみるみる頂点に達した。そんな私をよそに義母は構わず続ける。あんたの父親、泥まみれの底辺土方のくせに、こんな豪華なお葬式しちゃって、お金は大丈夫？ああ、大丈夫じゃないわよね。香典は10円でいいかしら。義母は財布から10円玉を取り出し、それを私の足元に投げつけた。これにはもう我慢の限界だった。許せない。いくら私が気に食わないからって父のことまでバカにするなんて。こうなったら徹底的に潰してやる。勝ち誇る義両親を前に私はある事実を告げたのだった。私の名前は西本葵30歳。インテリアコーディネーターとして工務店に勤めている。私がインテリアコーディネーターの資格を取ったのはある理由があった。私は幼い頃から少し変わった趣味があり、家の間取り図や空間に合った家具を探すのが好きだった。自分の部屋を用意してもらった時も、両親に頼んで自分好みのカーテンやカーペットを揃えた。机も一般的な勉強机ではなく、少しおしゃれなものを買ってもらったほど。それほどまでに私は部屋の空間に対して強いこだわりを持っていた。今思えばそれは父の影響だったように思える。私が勤めている工務店も元はといえば父が開業したものだ。父は一級建築士の資格を持っており、業界ではそこそこ名の知れた建築士だった。だがあまりの忙しさに家族との時間が取れなくなり、第一線から退くことになる。その後、知り合いの建築施工管理技士や専任技術者をできる限り集め、この工務店を開いたのだ。今では私のようなインテリアコーディネーターやファイナンシャルプランナーなども増え、会社はそこそこの規模になった。そんな私が尊敬する父は5年前に脳梗塞で倒れた。それを機に工務店の責任者を降り、長年連れ添った信頼できる別の建築士に後を任せることになった。父が不在となったことで一時はどうなることかと思ったが、さすがは父の認めた人たちなだけのことはある。いずれもみんな優秀な従業員だった。父の作り上げたこの店で働けることを私自身誇りに思っていた。そんな私も1年前に結婚する。夫の颯太と出会ったのは数年前にうちの工務店がオフィスデザインの依頼を請け負った時のことだ。その担当者として我が社を訪れたのが颯太だった。最初は仕事の話ばかりだった私たちも、打ち合わせを重ねるたびに自然と距離が縮まっていく。最終的には彼の方から交際を申し込んでくれた。1年前のプロポーズの際に彼は言った。葵と結婚したいと思ってる。でも俺と結婚することで葵には迷惑をかけてしまうかもしれない。迷惑？どうして？前に少しだけ話したけど、うちの両親だいぶ変わってるんだ。変わってるっていうか、常識がないっていうか。ああ、前に少しそんなこと言ってたね。連絡は最低限しか取ってないし、同居も一切考えてない。けどもしかしたらこの先葵に嫌な思いをさせてしまうことがあるかもしれない。そうだ。義両親の話は交際当初に少しだけ聞いたことがある。義母は政治家で今は県議会議員をしているらしい。義父はそんな強い妻に逆らえず、いつも義母の言うことだけを聞き、完全に尻に敷かれているのだそう。しかも義両親は国立大学に落ちた颯太のことを当時これでもかというほど罵倒したのだとか。国立大すら受からないなんて、出来損ないは私たちの息子じゃない。恥さらしが出ていけ。そんな言葉を浴びせられた夫は私立大学への進学を機に下宿する。受験の成績が良かったことから学費が全額免除となり、家賃や生活費をすべてバイトで賄ったという。学業とバイトを両立しながら大学生活をやりきった。
そんな話を聞き、私は尊敬以外の感情が浮かばなかった。それ以来、義両親とは会っていないらしい。だが結婚するとなれば、報告の一つくらいした方がいいだろう。それは彼も同じのようで、数年ぶりに会いに行くつもりではいるらしい。だからこそ、なかなか気持ちが固まらないようだった。颯太は暗い面持ちでうつむいている。そんな彼を見て、私は満面の笑みを浮かべた。颯太、私なら大丈夫だよ。颯太のご両親がどんな人でも、あなたと結婚したいって思うもの。いいのか？もちろん、思うことがあったら付き合いは考えるよ。でも、私にとって大好きな人の両親でしょ。どんな人であろうと、一度は挨拶しておきたいな。そうだよな。俺もこれ以上逃げてちゃダメだとは思ってるんだ。逃げてるとは思わないけど、このままご両親と会わなかったら、きっとモヤモヤが残ると思う。ありがとう葵。俺もようやく決心がついたよ。こうして私は颯太からのプロポーズを快諾し、彼の実家へ結婚挨拶に行くことになったのである。翌週、私たちは颯太の実家へ向かった。もちろん私も緊張しているが、それ以上に颯太の方が緊張しているようだった。彼の背中をポンポンと優しく叩き、インターホンを鳴らす。すると、待ってましたと言わんばかりに勢いよくドアが開き、気の強そうな女性が姿を現した。濃い紫のワンピースに金のネックレス、髪を巻いており派手な赤の口紅をつけている。政治家をやっているだけあり、太い芯のようなものがあり、自信を身にまとっているかのようだった。久しぶり母さん。挨拶する颯太に義母は怪げそうな表情を浮かべると、大きくため息をついて吐き捨てるように口を開いた。受験に失敗して逃げるように出て行った出来損ないが、今さら何しに来たのかしら。そんな言い方ないだろう。何よ、事実でしょ。のこのこ帰ってきたかと思えば、こんな花のない女性を連れてくるなんて。彼女は関係ないだろう。葵をバカにしないでくれ。あらあら、ムキになっちゃって。あんたみたいなバカが本気で愛されるわけないのに、一体何を期待しているの？そんなこと母さんに言われる筋合いはない。そこへ義母の後ろから小柄な男性が顔を出した。瞬時に彼の父親だと察する。義父は顔を見せるなり、颯太に対し、なんだその口の利き方はと怒鳴り始めた。彼が義母に対して声を荒げたことが、どうやら義父の勘に触ったらしい。その場の緊迫した空気を和らげるため、私は義母に向かって頭を下げた。はじめまして、颯太さんとお付き合いさせていただいている坂野葵と申します。葵さん、あなたどうして颯太みたいな出来損ないと一緒になりたいの？彼は出来損ないなんかじゃありません。仕事にも真摯に向き合っていますし。そう。ところであなたのご両親は何をしている人？私のような政治家、それともどこかのお偉いさんなのかしら？いえ、父はもともと建設業をしておりました。数年前に病に倒れ、今は休養中です。母は父の介護をしています。すると義母は、あっはっはっと豪快に笑い出した。突然のことに何も言えずにいると、彼女は不敵な笑みを浮かべ、ゆっくりと口を開いた。何を言い出すかと思えば、あなたの家族もだいぶ底辺なのね。政治家の母を持つ颯太が連れてきたんだから、もっとマシなところのお嬢さんかと思ったわ。ちょっと待ってください。私はともかく父と母のことは。あら図星、人は本当のことを言われるとカッとなるって事実なのね。一体何なんですか？どうして見ず知らずのあなたにそんなこと言われなきゃ。そこへ夫が私の前に出た。義母に向かってもうやめてくれと叫ぶ。すると今度は義父が私たちをギロリと睨みつけた。
義父は私と颯太を交互にじろじろ眺めた後、彼をバカにするかのように話し始めた。お前、母さんに対してなんでそんな態度が取れるんだ。母さんの期待を裏切って出て行ったバカ息子が、よくもまあ今さらのこのこ帰ってこれたな。父さんまで何なんだよ。それが久しぶりに会った息子に対する言葉なのか。お前こそ帰ってきてまずすることが反抗か。違うだろう。これまで育ててやった母さんや俺に恩を返すのが先だろうが。なんだよ恩を返すって。第一父さんたちは受験に落ちた俺のことを。黙れ。一体お前にいくらかけたと思ってんだ。塾代や習い事全部母さんが出してくれたんだぞ。それをお前は台無しにしたんだ。それは今は関係ないだろう。家に顔を出すならきっちり金を揃えてこい。そんな粗末な菓子折りなんか求めてないんだよこっちは。わかったらとっとと帰れ。お前みたいなクズがどうなろうと知ったこっちゃない。義父のその言葉に義母はクスクスと笑っている。颯太は顔を真っ赤にし、泣きそうになりながら拳を震わせていた。このままでは颯太は義両親に手を挙げてしまう。そう思った私は彼と義両親の間に立ち、義父母に言い放った。結婚を考えていたのでご挨拶に来ましたが、必要ないみたいですね。その言葉に義父が、なんだ君はとカッと目を見開く。黙って私に視線を向ける義母に私ははっきり言い捨てた。実の息子にそんな態度を取れるなんて信じられません。何が言いたいのかしら。いえ結構です。もう会うこともないと思いますので。まあなんて失礼な子なの。さすが出来損ないが選んだ女だわ。失礼します。颯太はまだ何か言いたげだったが、彼の手を引き、私たちは義両親の元を去ったのである。その後すぐに籍を入れ、私たちは夫婦になった。あれから1年が経つが、義両親には一度も会っていない。私と颯太は私の実家から徒歩15分ほどのマンションに居を構え、新婚生活を送っていた。そんなある日のこと、父の容体が急変し、あっさり息を引き取ってしまった。脳梗塞で倒れてからというもの、回復が見込めないのは分かっていたが、いざ死を受け止めるとなるとそう簡単には納得いかない。父の葬儀には大勢の人たちが集まってくれた。友人や仕事関係の人だけでなく、以前父に設計を頼んだという人やリフォームを快く引き受けてもらった人、父の人望は想像以上に熱く、多くの人が父の死に涙した。その涙につられ、私もまた悲しみがこみ上げてくる。母や夫と共に参列者に挨拶していると、そこへある人物が現れた。どうしてあなたたちが？そこにいたのは他でもない義両親だった。義母は白いスーツを、義父はデニムにパーカー姿で、どちらも場にそぐわない格好をしている。二人の登場に周囲はざわつき始め、視線が一気に義父母へ注がれた。母と私が言葉を失う中、夫が震える声で義母に尋ねた。何しに来たんだよ。何よその言い方は。知り合いから聞いたのよ。あんたがこの辺に住んでることと、嫁の父親がつい最近死んだってことをね。だからってなんで来たんだ。頼むから葵の家には関わらないでくれよ。本当にバカはダメね。せっかく来てやったのにお礼の一つもいいやしないなんて。続けて義母はニコニコしながら私と母の前に立った。こんな葬式に足を運ぶなんて本当に私って優しいわ。ねえ葵さん、そう思わない？はあ？確かお父さんは建設業か何かだったわよね。質素なあなたの顔や身なりからして土方か何かかしら。なんてこと言うんですか？あら、もしかしてまた図星？
貧しい人は怒りっぽいって事実なのね。義父もまたニタニタしながら、本当になぁと同調している。その姿に私の怒りはみるみる頂点に達した。母はポロポロと涙を流し、夫は顔を真っ赤にして必死に怒りを抑えている。そんな私たちをよそに、義母はここぞとばかりに続けた。あんたの父親、泥まみれの底辺土方のくせにこんな豪華なお葬式しちゃって、お金は大丈夫？あ、大丈夫じゃないわよね。香典は10円でいいかしら。義母は財布から10円玉を取り出し、それを私の足元へ投げつけた。チャリンチャリンと音を立てて硬貨が転がり、それを義母が踏みつぶす。その時、感じたことのない憎悪で全身が染まっていった。許せない。いくら私が気に食わないからって父のことまでバカにするなんて。こうなったら徹底的に潰してやる。無意識に飛び出しそうな拳をぐっとこらえ、私は静かに口を開いた。あなた、後悔しますよ。はあ？何言ってんのよ。もう一度言います。今すぐ謝罪しなければ、あなたは絶対に後悔します。はあ？しないわよ、後悔なんて。あなたみたいな階級の低い人間に謝罪。バカバカしい。そうですか。では、あなたの事務所のリフォームの件、白紙にさせていただきますね。私の言葉に、義母はその場で固まった。どうやら私の言う意味が理解できないらしい。そこで私は同じ工務店に勤める従業員数名を引き連れてきた。その瞬間、義母はカッと目を見開き、私に尋ねてきた。どうして？なんでこの人たちがここにいるの？どうしてって当たり前じゃないですか。この方たちは私の勤める工務店の大事な職人なんですから。嘘でしょ？あなたがあの有名な工務店に勤めてるっていうの？そう。父は名の知れた一級建築士だったこともあり、父の工務店は業界内では知られている。決して安くはないが、それ以上の仕上がりを提供すると評判で、一般宅のリフォームはもちろんのこと、会社や店舗のリフォームなども請け負っていた。そして目の前にいるこの義母も、うちの工務店に依頼したうちの一人だ。県議会議員を務める彼女は、自身の事務所を一新すべく、うちの工務店に依頼していたのだ。実はこのことを私は知っていたが、夫が不快になると思い、家族にも黙っていたのだった。義母は工務店の中でも一流の職人たちを抜粋し依頼をしていたらしい。打ち合わせのたびに高級なもてなしをし、自分のこだわりを小1時間語り続けたという。それだけならまだ良かったが、打ち合わせについてきた若い弟子に連絡先を聞いたり、2人で会いましょう、お金ならあげるわよ、などとしつこく迫っていたのだとか。彼女との契約を断ろうか悩んでいると、職人の一人が言っていた。若い弟子はスマホを取り出し、夫や母、そして義父母にそれを突きつけた。悪事が暴露された義母は、みるみる真っ青になっていった。違うのよ。こんなのデタラメだわ。私は。デタラメ？すべて事実です。私はここぞとばかりに告げた。注目を集める政治家として、よほど見栄を張った事務所を作りたかったみたいですけど、我が社はもう手に負えません。はっきり言って迷惑です。待ってちょうだい、葵さん。私知らなかったのよ。あなたのお父さんが有名建築家だったなんて。建築業というだけで底辺土方とバカにしてましたもんね。どうです？見下した相手から契約を切られる気持ちは。人の本質も見抜けない偏見だけで物事を判断する人間が政治家なんてやってていいんですかね。そこへ我が社の責任者が登場した。義母に対し、前社長を侮辱したあなたにうちのサービスを提供するつもりはありませんときっぱり言い放つ。すると義母は顔を真っ赤にして逃げるように去っていった。もちろん義父も後に続いて。
今回の義母の悪評は瞬く間に広まった。というのも、父の葬儀に参加していた数名が義母の非常識な言動を動画に収めていたからだ。その動画が SNS で拡散されてしまい大炎上。ずっと政治家を続けてきた義母だったが、信頼は一瞬で崩れ去り、県議会議員の任期終了を待つことなくあっさり辞職となった。もちろんこれまでのような生活ができるわけもなく、近所からも白い目で見られる。結果、義父母は引っ越しを余儀なくされたらしい。今もどこかでその日暮らしの生活を強いられていることだろう。一方の私はというと、義父母のしがらみから解放されたことでストレスのない生活が戻ってきた。夫には葬儀での話なんで教えてくれなかったのと少し責められたが、結果的にもう関わらなくて済むのだから終わりよければ全てよしだろう。父が作り上げ守ってきたこの工務店、大勢の仲間たちと共にこれからも最高の技術とサービスを提供していきたいと思っている。